メートルの堤防があったと思われますが、今は跡形もなく崩れています。岩手県宮古市田老地区です。地元の人によりますと、こちらには多くの集落があったということですが、現在津波の影響によって何もない状態となってしまいました。そしてあちらの奥には野球場があったということですが、現在スタンドの一部が残されただけになっています。地元の人によりますと、こちらには道があったということですが、現在は津波の影響で跡形もない状況となっています。生命の中間、神田付近にいるそうです。どうぞ。
町を守るはずの堤防を2つも乗り越え、津波は太郎の街中へと押し寄せたようです。こちらは駅近くの線路になります。ご覧のように津波の影響で屋根の部分が流されて線路を遮断しています。市街地に続く道路が寸断されているため、住民の方は線路を通って街の中へ入っています。こちらは太郎第一小学校です。避難所となっています。今も多くの方がこちらで生活をしていると思います。こちらが津波の高さを示す跡だと思います。ざっと見ただけでも2メートルは軽く超えています。こちらは道路があったはずなんですが、押し流されてきた家でもうこれ以上先に進むことはできません。9時40分になろうとしています。太郎町の一部で火の手が上がっています。先ほどから自衛隊のヘリコプターが上から水をまいて消火活動に当たっています。こちらは太郎第一中学校です。その校庭が住宅や自動車などのたくさんの瓦礫で埋め尽くされています。こちらは太郎第一中学校の廊下です。壁に30センチほどの水の跡があり、教室の中はめちゃめちゃに壊れています。宮越太郎を一望する小高い丘の上に来ました。ほんのわずかの建物が残っているだけで、辺り一面に瓦礫の山が広がっています。対策本部が置かれている太郎総合事務所前です。こちらの建物の直前まで津波が押し寄せていました。
岩手県宮古市田老地区です。津波の影響で崩れた住宅の木材がこのように大量に出ている状態となっています。宮古市太郎を襲った大津波は高さ10メートルの堤防を1つ2つを越えて町を飲み込みました。こちらにも高さ10メートルの堤防があったと思われますが、今は跡形もなく崩れています。私の後ろには住宅がかなりあったということですが、現在は津波の影響でその全てが壊滅状態となっています。